着弾。あれ、敵さん今砲弾の上通過したやろ。どうなってんねん。超魔何してん。ゆるふわ軍事チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回は初めて視聴者さんが描いたリクエスト戦車を作っていきます。前にさらっと募集しとったやつやな。そして最後に視聴者さんが作った 70mm 装甲で絶対に抜けない戦車も合わせて紹介します。初めて視聴者さんの戦車紹介やな。これガチで抜けないからね。どんな戦車や。では最初に視聴者さんが描いたリクエスト戦車を作っていつものように戦っていきます。それでどんなイラストいただいたん？リコまんじゅうさんからのもので、こんな感じの戦車だね。一つの砲塔に3つ方針ついとるんか。形状としてはイスラエルのメルカバ戦車を参考にしているとのことですね。そして極太の砲弾を運ぶゆかりちゃんも描かれていますよ。ゆかり人気やな。いただいたイラストみんなゆかりやん。私たちのファンアートは Twitter にタグを用意したので自由に投稿してくださいね。はい、後ろではいただいたイラストを参考に戦車を作っています。天輪の数は6つ。幅や高さはメルカバ戦車を参考に作ります。車体はこんな形。シュッと細くなっとるんか。今回前面は別パーツで作ります。これは初めてやな。メルカバ戦車の前面は角が曲線になっていて、それを再現するためだね。車体を細かく区切りすぎると途中でわけわからんことになるからな。傾斜を合わせたら辺を分割して頂点を作ります。こんな感じにして、この辺を引っ込ませるなどして段差をつけて、スムースアングルを強めれば完成です。おお、丸っこくなったで。次はフェンダーを作ります。構造としては、まず平らな面と上部を前後に2つ、そしてサイドスカート。めっちゃ多いな。これが現代戦車を作るのが難しく時間がかかる理由だね。さらに前方上部は左右で形状が異なるので、非対称に作る必要があります。何が原因で左右非対称になっているのか。これ右側だけ膨れとるな。実はこの下にはエンジンがあって、動力周りの構造に理由があるみたいです。このもっこりも丸みを帯びていて、形状も直線ではないので難しいね。それっぽくなってきたで。不要な頂点をガッチャンすれば完成。形はできたのでフェンダー勝負の構造を作ります。あとは車体天板に合わせて形を作ればええだけやな。ここにも動力周りの構造があったのでとりあえず作っておきます。先っちょのここまで伸ばして車体となじませておきましょう。片手はできたで。右側も作り方は同じ。デフォルトキューブをフェンダーの上に乗せて車体のもっこりに合わせて形を作るだけだね。ここも動力周りの構造があるので形だけ作っておきましょう。こんな感じでこの部分は完成。おお、かなりええ感じやん。独特な丸みもちゃんと表現できました。ゆるふわ軍事チャンネル。今回も尺が長くなりそうなのでサクッと作っていきます。これはサイドスカートやな。メルカバマーク2のサイドスカートはこのように10枚に分割されています。割れ目の見た目は例えばペイントを使って表現する方法と面を離す方法があるのですが、今回は後者の面同士を離す形で作っていきます。このように割れ目の部分でエクステンドして頂点を作って、間の面をデリートするだけだね。分割できた。そしてメルカバマーク2のサイドスカートはこのようになみなみになっていました。これなん私も作るまでわからなかったんだけど、天輪の形に合わせて波が入っていて、多分整備のしやすさを考えた形じゃないかな。そうなんか。合っているかわからないけど、実物の写真ではそうなっているね。ただ、プラモデルとか CG 作品ではそうなっていないものもあって、これに気づけるか気づけないか、私みたいなプロかそうじゃないかの差になってくるね。いつプロになったんや。形をより正確に作る、それがスプロケット界のプロ。不要な面をデリートしてガッチャンすれば完成。完璧です。ちょっとええか？どうしたのかな？視聴者さんのイラスト、ここまっすぐなんやけど。あれやないやろ、プロどこ行った？まあ細かいところは気にせず次に進みましょう。では砲塔を作っていくのですが、その前にターレットリング的な構造を作ります。この膨らんどるとこか。この部分の最も高いところが車体から38から40センチあります。これもう実物のメルカバ戦車作っとるで。多分ゆかりちゃんよりかは大きいですね。何の話や。ちなみに直径は2メートル80センチくらいです。それではこの戦車で最も複雑な砲塔を作ります。これは今までにないような形やな。実用化された戦車の中でもトップクラスの複雑な形をしているんじゃないかな。それを作って三連装の手法も収めます。
皆さん、上手に作れたらいいねしてあげてくださいね。チャンネル登録もポチしてね。まず砲塔の幅は、車体本体の幅サイズ2メートル20センチくらい。4分割したところ、このくらいの長さがありました。後ろの部分は40度前後傾いているみたいですね。前をニュッと伸ばして全長4メートル50センチくらいありました。これ一個一個測るのめちゃ大変やん。多分誤差は10センチ未満だと思います。上下面をシュッとして、角度も測って一応それっぽい形にしておきましょう。今回は3連装の手法を搭載するので、先にこれを作ります。砲塔を作ってから乗せたら収まりきらん可能性があるからな。そういうことだね。イラストを描いてくれた猫まんじゅうさんによると、手法は51口径100ミリ砲。ということは、51×100 で5メートル10センチやな。そしてちょっと前から作れるようになった手法の装飾、エクステンドする方法で3つの立体を作っていきます。手法装飾もできるようになってよかったな。形ができたら形状を保存。読み出して残り2つの方針の位置につけます。はい、こんな感じになりました。おお、ちゃんと再現できとるで。やったね。これを搭載して砲塔の形を作っていきます。砲塔左側は素直な形をしているのですが、右側はかなり複雑な形状をしています。2段になっとるんか。この部分をどうやって作ればいいのか悩んだのですが、わからない時は適当でもいいので、まずは手を動かして形を作ります。失敗してもやり直せばいいだけやからな。こんな感じにとりあえず触ってみて。いろいろやっているうちに、そのうちそれっぽい形になりますよ。ほんまや。ちょっと角度が怪しい気がしますが、3連装を乗せていることが原因ということにしておきましょう。手法のところはこのようにへこませています。方針の付け根もイラストに近い装飾を搭載しました。この部分やな。砲塔はほぼ完成したので、細かい微調整を入れつつ装飾を乗せていきます。これは先っちょの丸い部分。別パーツで作ったんか。小さく形状を作るのが難しいので、円柱を埋め込みました。砲塔右側に砲手用の覗き窓をポイッと。装甲板で厚みを表現。砲塔の後ろ側にはこのような柵を作りました。これめっちゃ時間かかる言っとったやつやん。ちょっと前の61式戦車のスキルもあったため、今回は1時間30分くらいで完成。それなりにかかるんやな。はい、ここからは装飾搭載の様子を見つつ、ベースとなったメルカバ戦車について軽く紹介していきましょう。ウィキペディアによると、堂々とウィキペディアやめれ。1979年4月に最初のメルカバマーク1を運用開始。わずか4年後の83年には今回ベースとなったマーク2が登場。基本構造はマーク1と同じで、砲塔に増加装甲が搭載されたほか、紫外線に配慮された装備が搭載されました。そして、1990年にはマーク3が登場。形状はこれまでのものと似ていますが、車体、砲塔ともに新設計されており、特にエンジンや足回りを強化、手法も 120mm 砲を搭載しました。2003年から運用が始まったのがメルカバマーク4。砲塔が貝みたいにめっちゃ大きいな。これまでは砲塔を小型化してひだ走ないような設計思想だったものの、増加装甲をモリモリにすることで防御力を最大限確保するという案となりました。2007年には改良型のメルカバマーク 4M が登場。多分これが現在イスラエル国内に広く運用されているモデルで、トロフィーアクティブ防護システムを搭載しました。あれ、これ昔紹介しとらんかった？アメリカの戦車にこれを載せるという紹介動画だね。これはレーダーで飛来するミサイルや対戦車ロケットを探知して迎撃弾を発射、空中で破壊して無力化するというものです。こんなもので本当に当たって迎撃できるのか疑問が出てくるのですが、アメリカが行った試験では、このトロフィーを搭載したエイブラムス戦車に、合計48回対戦車ミサイルを放ち、そのうち数本は超音速で飛翔させたものの、全部撃ち落としたと紹介されています。これはアメリカのお墨付きって感じやな。見た目もかっこよく、エンジンをフロントに置いて乗員を保護する様々な配慮がされるなど、現在配備されている戦車の中でも支持する人は多いと思うね。はい、後ろでは戦車が完成しつつあります。いつの間にかかなりできてきたで。ポイント。待て、これなんや。ポイント。だからこれなんや。何って私の口から説明いるかな？明らかにおかしい構造やろ。実はこのメルカバ戦車、砲塔に迫撃砲を発射できる装置を搭載しています。という設定なんやな。これね、実物の戦車にもついているんだよね。視聴者さんのイラストにもちゃんとその構造が描かれています。これほんまや。実物には 60mm の迫撃砲だけど、ズンズンは 250mm のイキリ重迫撃砲を搭載することにしました。超マナにしてん。
ちょっと恥ずかしい。めっちゃ飛び出とるやん。ずんちゃん女の子なので目立たないように埋め込んでおきました。実際の戦車もこんな感じですね。それでは完成した車両を見ていきましょう。猫まんじゅうさんによると、車両名はメルカバ X3RFG。RFG はラピッドファイアーガンの略称で、性能としては 0.3 秒ずらして順次発射する設定にしました。これはご要望通りやな。重量は113トンと異常な重さになっていますが、これは細かい装飾にも装甲を入れているためですね。実質砲塔と同じ扱いやから抜かれれば撃破判定になってまうで。主砲は3連装の51口径100ミリ砲、それと250ミリ重迫撃砲を搭載しています。飛び出す砲弾は長さ30センチ、直径25センチだね。でかすぎやろ。鉄鋼榴弾なので、まあ戦車をぶち抜く威力は期待できません。車体の後ろはフリースペースとして用意していただいたのですが、謎の配管を乗せるのは色々まずいだろうということで、メルカバ2のものを搭載しました。実質車体も砲塔もメルカバ2ってことやな。そういうことだね。ではゆかりちゃんを呼んでいつものように試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。私はいつものように砲手やるから、ゆかりちゃんは迫撃砲の装填手と状況報告。あかねちゃんはドライバーね。了解。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。それでは猫まんじゅうさん行きますよ。あかねちゃん発進。みんな行くで。おう、これは前の61式戦車みたいな加速力やな。搭載しているエンジンも車重も近いので似たような性能になるね。足回り、特にサスペンションはデフォルトのままで、ギア比も無調整のデフォルトのままとなっています。特にいじらんでも十分な性能出るんやな。天輪とか誘導輪のサイズを極端に小さくしたり、大きくした場合は調整を入れた方がいいね。砲塔も砲身も正常に動いています。最近分かったんだけど、砲塔を90度向きを変えて、リ軸で動かすと、砲身のブレが抑えられるね。砲身を安定させるスタビライザー的な動きやな。完全ではないんだけどね。また新しい発見ができました。それでは敵さんを見切り散らしていきましょう。丘の向こうに敵戦車多数。あかねちゃん停止。停止。とりあえず12時のこの敵さんやります。くらえ、3連装100ミリ砲。敵戦車に命中、撃破。まあ余裕ですね。次はこっちの明らかにいやらしい目つきの敵さん。どんな敵や。敵戦車の正面走行に2発命中、撃破。こんな感じで当たればめっちゃ強いけど、順次発射だと2発目3発目がどうしてもブレて命中精度が怪しくなるね。2発命中、撃破。さっきから3発目は当たっとらん感じやな。どうしても3発入れたいときは、お尻をのけた敵さんにズンダーローしてあげましょう。いやー、汚水タンク爆発。何言ってんねん。燃料タンク爆発。あらあらこっちの敵さんも、はよ逃げる。あー、ポイント。汚水タンク爆発。燃料タンク爆発。くさ。何笑ってんねん。気でも狂ったか。実際どのくらいブレているのかというと、こんな感じで2発目、3発目はブレた状態で発射するから命中しにくいということになるね。現実でも発生するから連装法は難しいんかもしれんな。では、注目の250ミリ重迫撃砲を試します。発射。今おかしい飛び方した。マジ撃てるんですけど、撃てねえだろ危なすぎる。ゆかりちゃん装填。この砲弾重すぎだろ。ちなみに77キロほどあります。77？装填発射。装填した直後に発射すんな。砲弾消えた。もうむちゃくちゃや。これね、なんかうまく発射できない時があるんだよね。危ない危ない。今うちの頭の上飛んでいったで。すごい極太の砲弾。ゆかりちゃんの朝がやばいのでこれが最後。おう、いい感じに飛んでいったで。来た来た。着弾。あれ？敵さん今砲弾の上通過したやろ。どうなってんねん。超魔何してん。爆発したね。砲弾は問題ない。つんこの性格に問題ありや。やっぱり普通に倒した方がいいね。敵さん炎上。ずいぶん溜め込んでいたみたいですね。敵の第一波全滅。12時の方向に敵戦車 T ガワン。
距離500メートル。このくらいかな。手前に着弾。あかねちゃん接近して攻撃するよ。了解、移動開始。さっきよりだいぶ近づいたで。距離300。発射。敵に命中、撃破。やっぱり当たるのが一発目やな。次はこっちの頭だけ出してるいやらしい敵さん。昔に比べて敵の動きもリアルになったやん。ポイッと撃破。ポイッと長弾。あれくらえ、砲塔に積んだろう。ポイッと。長弾や。あれポイッと。こっちみんな。もう3発撃ち込んでみる。一発命中、撃破。この距離だと一発しか当たらんな。開いた。こうやって実際に作ってみると連装砲とか三連装はロマンだけというのがよくわかるね。どうしても砲撃で車体が動いてまうからな。敵戦車撃破。連装砲以上で攻撃するとなると攻撃の反動でも揺れないような巨大な車体とか強力な反動を抑制する装置、それか無反動砲とか何らかの技術が必要になるのかもしれないね。あとは全般戦車。着弾。開いた。これあかんわ。よいしょ。敵戦車炎上。残り1両。それではサクッと終わらせていきましょう。12時の方向に敵戦車。使えんと言いつつに150ミリを使いまくる東北ずんこ。正直これ面白いんだよね。今までにない攻撃方法やからな。キャッハー。特に何事もなく通過。砲弾同士は当たり判定があるということは、頑張れば手動のアクティブ防護システムも作れるということになるね。そんな 100% 無理な技術やん。今回も新しい発見がいくつかあって大満足だったね。敵戦車撃破、勝利しました。はい、ということでリクエストいただいた戦車で無事に勝利することができました。やったで。では、ここからは視聴者さんが作った戦車を紹介していこうと思います。一緒に解説していくのは技術部の葵ちゃんです。皆さんお久しぶりです。こちらの戦車はしだれさやしさんの走行圧 70mm 制限で絶対に抜かれない戦車を作ったというものですね。当チャンネルではこの動画シリーズになります。作られた戦車の名前はウォッシュボード。このギザギザの車体の見た目から洗濯板の名を付けられました。しだれさやしさんによると、砲塔の前と左右についている3つの筒はアクティブ防護システムをイメージされています。さらに角にあるのは各種感知システムで、これがアクティブ防護システムを作動させるレーダーをイメージされているそうです。ちなみに私は今までこのような設定はしたことがありません。要するに手抜きです。中央のキューポラ付近にも車長や砲手用の暗視装置を搭載するなど視界を考慮した配置にしたと説明されていますよ。この戦車最大の特徴はこのギザギザの構造。走行圧は 70mm で80度近い鬼のような傾斜を入れています。これにより正面からの走行圧はなんと 300mm を軽く超える実質走行圧となっています。この形の走行を車体と砲塔の四方すべてに搭載されていますね。そして先ほどはウッドバージョン、こちらはストーンバージョンというもので、さらに走行を足したものを作られました。もう一つ、ウッドバージョンの車体長を短くして70トンに抑えたモデルも作られましたよ。では、どのくらい走行が強いのか試験していきます。こちらの戦車は先ほど私が作ったメルカバ戦車ですね。こんな感じで全く抜けません。そこで私はこの走行を抜ける可能性がある戦車を2つ作ってみました。私が感じたのは砲弾が大きすぎてゲーム上ではショットトラップが発生しないのではないかというものです。ショットトラップとは、例えばこの戦車であれば砲弾がこの棒順で長弾して車体の天板を貫いて撃破されることですね。これは実際の戦車でも発生していましたよ。そこでショットトラップを狙って150口径 40mm 貫通力 118mm の砲弾で試験してみました。葵ちゃんの仕事開始。はい、こんな感じです。ショットトラップを狙った撃破は不可能であることが分かりました。
内で作れる、多分、最大の貫通力ではどうなのか。はい、これが今回作った高身長24メートルの96口径250ミリ砲です。あくまでゲーム上では初速960メートルで336ミリの貫通力があります。やだー、積極的。それでは試験していきましょう。砲塔に命中、撃破だね。ちなみに今放った砲弾の重量は 309kg ありますよ。では、もっと現実的な方法で撃破してみましょう。これは以前作ったアーム付きの戦車だね。こんな感じでズブッと刺して、アームを動かしてお腹を見せたら砲撃です。はい、撃破できました。実際にどちらとも現実的な案とは言えないのですが、このような形状の装甲はあくまでゲーム上では非常に強いことが分かりましたね。皆さんもぜひ面白い発想で絶対に抜かれない戦車やどんな装甲でも撃破できる戦車を作って遊んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方もぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。